よ。はいよ。へい、ババンババンバンバアニバビバビバババンババンバンバアニバノノ。ババンババンバンバアニバビバビバババンババンバはービバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままたまらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。たまちゃんいねえと思ったけどね、ゆりたんの後ろあたりにいるから、一応全員このあたりにいるな。ていうか、ぐーちゃんがどっか行ったな。水飲みに行っちゃったのかな。はい、まーちゃんのかわいい背中でございますよ。で、今日も結局なんだかんだ言ってさ、さほど暖かくなかったわけよね。言うほど暖かくなかったんでな。ああやってヒーターつけると、やっぱりにゃんこは団子になるんだな。全員いたもんな、さっきな。かわいいのな。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティーって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。ジャスティース、ゆりたん、ジャスティース。今日も塩入りのお湯だよ。ぐーちゃん帰ってきたな。お帰りなさいませ。床に落っこってる鰹節を拾って舐めてくれてんだな。あったかいよっていうか、熱暑かったな。暑いな。予想外に暑いな、これは。塩加減はいい感じで、よく塩が効いた、塩入りのお湯でございます。相変わらず可愛いなくだな、平和主義な。
てんたまさん、コーヒーでジャスティス。今日は徹夜かな。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ヒヨンさん、ジャスティス。よし、来た。カニタンさん、こんばんは。ジャスティス。今日も甘酒かな。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。眠いな。眠いな、今日、お外歩いてたわけよね。今日お出かけしないとさ、もう動画の素材がないからと思ってさ、今日はまあね、どうせ行ったところで視聴回数は稼げないんだろうけど、まあ地元民としては行っとかないとあれかと思ってさ、今日は梅園に行ったわけよね。で、梅園がさ、まあ、うちの最寄りの駅から、なんか徒歩10分とかって書かれてて、10分程度かなんて思ってさ。で、まあでも10分は歩くわけよね。で、もうちょっとなんかいろいろあったような気がしてたんだけど、そうでもなかったみたいな感じでね、なんかあっという間に一周終わっちゃったっていうのかな。なんかね、梅がね、まだ全然ね、六分咲きって書かれてて、あ、まだ満開じゃないんだと思ってさ。ねえ、もうだってあったかいし、2月の半ばだしね。でね、福岡は満開だっていうから、そろそろあれかね、枯れてから行ったんじゃあれだからさ、と思って行ったら、全然まだ6分咲きってことは、まあ5分咲きぐらいっていう感じでしょうっていうので、確かにね、見応えはなかった。見応えなかったんだよね、みたいな感じでさ、まあ、しょうがないっていうので、今日は梅園行ってさ、で、見応えなかったんで、取れ高足んねえなと思ってね、じゃあちょっと、他の駅の方までね、行ってみようと思って、今まではうちから梅園までの往復しかしたことなくって、そっから余計なところにね、寄ったりとかそういうことはさ、してなかったんで、じゃあ、まあね、梅園来た人がどっかね、寄って楽しめるような動画にしようかと思ってさ、いろいろ歩いてみたんだけど、まあ、取れ高なかったよね。取れ高ないんでさ、どうやってまとめたらいいかなと思って散々うろついたわけよね。もうスマホのバッテリーがなくなるまで、ギリギリまでね、歩いたんでね、もう疲れてさ、疲れてて、今日もさ、もしかしたらね、外食するかもしれないからよと思ってさ、食べないで、あんまり食べないで、朝ね、コーヒーのお供に昨日買ったアンパンは食べたんだけどさ。で、結局ね、朝から出かけるつもりでいたけど、昨日やってる作業の途中だったんでね、それ全部やり終えてから行こうかなと思ってね、全部やり終えてから、だから午前中はね、作業して、で、一通り終わって、お昼過ぎてからね、出かけたんだよね。で、お昼だったからお腹空いちゃっててさ、お腹空いちゃってて、と思って、あ、そっか、餅があるんだ、そういえばさ、と思って。だから餅をオレンジでチンして、醤油かけて、食べて、それからまあ出たんだけどさ、私餅食べたことなんかすっかり忘れて、すっかり忘れてな、お腹空いたなーってずっと思ってたわけよね。で、散々うろついて、で、まあね、ランチとかやってるお店あるかなと思ったんだけど、全然やってるお店がなくてな、今日水曜日だったんだよね。で、水曜日ってどうやらさ、商店街系はお休みらしくってさ、なんかやってなかったんだよ。そもそもやってない上に、なんかお店結構潰れてるっていうのかな。そもそもお店ないのにさ、お店ないのにある店も潰れてるし、しかも水曜日だしでさ、まあ、ジプシーよね。ジプシーよねって感じ。で、前はさ、梅園になんかお汁粉売ってた気がしたんだよね。
で、まあ、最悪、お腹が空いてておしるこっていう気分ではないんだけど、まあ、最悪そこでおしるこでも飲めばちょっとね、取れ高的にね、1個、ミッションというか、加わるかしらと思ったら、甘酒しかなかったんだよね。あれ、おしるこねえやと思って、甘酒しかないねと思って、こりゃダメだぞと思ってね。で、梅園でもなんか食すことができず。で、なんか周りにね、なんだ、アンパンとかあった気がしたけどなぁ、なんてね、思ったんだけど、全然なくて、あれねえなぁ、みたいな感じでね、結局食べれずじまいで、もうね、バッテリーが切れたし、私の体力的にも限界なので、帰ってきたんだよね。で、言うほどなんか今日はそんな暖かくないっていうか、まあ確かにね、うろついてたんで、で、寒くなかったんで、まあ良かったっちゃ良かったんだけど、言うほど暖かくなかったなっていう感じだったんでさ、家帰ってきたらもう寒くて、なんかもう家帰ってきたら寒いしさ、みたいな、お腹空いてるしさ、みたいな。で、お腹空いてるんでさ、スーパーに寄って、で、なんか食材をね、ちょっと買ってから帰ろうかと思って行ったら、今日はね、白菜が30%引きのシール貼られてて、で、まあ納豆食べてないからな、とりあえず腸内環境があれだからこことかずっとな、なんか添加物まみれのものばっかり立て続けに食べてたんでさ、ちょっとなと思ったんで、納豆買おうかなと思って、納豆を買って、で、あれか、なめこがね、30%引きのシール貼られてたんで、なめこも良さそうだなと思ってね、なめこ買って、で、いいかと思ってうろうろしてたらね、チョコチップ入りのさ、細長いスティックのさ、菓子パンなんか一袋、前は6本入りだったと思うんだけどさ、なんか今日ね、それ、いいや、お腹空いてて、もう何でもいいから今すぐ食べたいみたいな状態だったんでさ、なんかそれが美味しそうに見えたんだよね。で、いいや、なんか今それ食べようみたいな感じでね、買って、で、ね、家帰ってきてすぐに食べたんだけどさ、なんか5本入りになってて、あれ一本減ったそういえば、みたいな感じでさ、まあまあね、しゃあないか、みたいな感じで、まあ食べたはいいけど。で、前は、あと一本っていう感じで、結局一袋ペロッと食べちゃったりとかさ、まあしてたんだけど、なんか今日はお腹の空き具合的にはあと一本行きたいんだけど、ただちょっと体的になんか受け付けてないよ。なんか体的に受け付けてないけど、空腹具合的にはまたちょっと食べたいんだよねと思ってさ、もう一本食べたんだけどね、まあその後ちょっと、体調的にっていう感じで、っていう感じでな。でも寒かったからあったかいスープ飲みたいしなと思って、でね、スープ作って、で、今日農協でね、ネギが買ってきたんだよね。今日一応朝、農協に行って、そしたら昨日と同じでね、辛味大根辛味大根ね、まだ残ってるよと思って、誰も買わなかったんだな。辛い大根、誰も買わなかったんだな、みたいな感じでね、まだ辛味大根が残ってて。で、今日はね、ネギがあったんだよね。ネギがなと思って。だからネギもね、あんまり大きくないっていうのかな。量的にそんなに多いわけじゃないから、なんかお買い得かなんか、よくわかんないけど、まあね、家庭菜園にリボベジするのにね、根っこついてるからいいかなと思ってさ。で、ちょっと太めのが、まあ2本ぐらいで100円のやつと、あと10くらいのが、まあ3本ぐらいで100円のと、っていう風にあったんだけど、私が買ったのはなんかちょっと細めなのかな
を6本ぐらいね、束ねたやつがあったので、それをさ、リボベジに植えるには、数があった方がいいだろうと思って、それをわざわざ選んでね。で、今日買ってきたんだよね。だから、ネギあるからね、ちょっとね、体調的になんか風邪っぽい感じになってきたからやばいと思って。またな、やっぱりあれだな、乾燥やばいなと思って。洗濯物な、やっぱり部屋干ししないとこれダメなのかななんて思ってね。たださ、もうただでさえおしっこ臭がするっつうのにさ、ね、洗濯物な、外でできるだけ匂い飛ばしてから、ね、中に入れたいよっていうのがあるんでさ。でも乾燥でしょっちゅう具合悪くなっちゃってて、これどうしようかな。どうしたらいいんだみたいな感じにね、今なってきて。なので今日は夜は、そのネギをね、全部使って、根っこの部分だけは水につけて保存してあるけど、まあ、緑のところは使わないけど、白い部分っていうのかな、全部使って、で、あとは、なめこと、あと何だったっけ、買ってきたの。なめこと、わかめとネギのスープを作って、で、そこに納豆を投入して、で、夜は食べましたっていうね、感じでした。ジャスティース。てんたまさん、取れ高ないのが一番きついですね。そうなのね。でもまあ、この前の蒙古タンメン中本的にね、まあ短い動画にしてアップするしかないわねっていう感じなんだけどさ。ただまあ散々歩き回ったおかげで、それなりに動画の長さ的にはあるんで、また編集が時間かかるパターンだ、みたいな感じね。ピヨンさん、インスタントのシルクたまに食べたくなるね。あれ、美味しいよね。あれ、美味しいよね。カニタンさん、添加物といえば、昨日、久しぶりにコンビニおにぎり食べたら、やたら添加物の味、匂いで終えね。そうそうそう、それ。それ状態。だからさっきはね、そのチョコチップの入ったスティックのさ、菓子パン、ね、お腹空いてたんで、味的には別に、大丈夫だったんだけど、全然美味しく食べたんだけど、ただね、もう体の方が明らかに拒否反応。あれ、お腹痛いんですけど、みたいなね。感じになってる。みたいなね。本当ごめんなさい。私の体な。いつもね、へんてこりんなものばっかり食べてね、過酷な状態にさらしてて、ごめんよっていう感じで今日はね、納豆とネギとわかめと、なめこのね、とろっとろのスープなトロットロのスープ食べて、これでなんとか穏便に済ましてくれみたいな感じでね、今日は自炊した食事ができて、幸せで幸せでございましたっていう感じかな。でね、だから今日ね、なんか朝、昨日の続きでさ、金ちゃんの方のね、関係の動画を見ながら作業してたんだよね。で、出かけて、で、帰ってきたら、なんかね、医療系の、感じなんかわかりやすく説明してるっぽい感じの動画を、面白そうで見てたんだよね。やっぱりね、わかりやすくは説明してるけど、ただ、医療関係の人に向けて、わかりやすく説明してる感じで、ちょっとね、ちょっと難しいというか、なんか、そこまでの知識は別にいらんわ、みたいなね、感じだったんで、なんかあんまり話の内容的には覚えてないんだけど、ご飯と砂糖は、違うのかみたいなね、タイトルだったんで、なんか気になって
なんか見てみたんだけど、わかんなかった。まあ、ちゃんと見てなかったけどね、なんかだらだらながら聞きしてたんで、なんとも言えないけど、なんかわかんなかったって感じでね、話のネタにと思って見始めたんだけど、残念ながらちょっとネタにできなくてごめんなさいって感じ。てったまさん、都会の専門店の美味しいおにぎり食べたい。ああ、そういえばさ、そう、おにぎり専門店か。そう、おにぎり専門店も行く動画を撮りたいなと思いつつだったんだけど、なんかね、最近新幹線だとか飛行機だとかで、なんかね、すっかり忘れてたけどさ、そのいろいろ食べたい系もまだね、目標がいろいろと残ってんだよね。それの中でおにぎり屋さんもあるんだけどさ、今日散々うろついてた中で、おにぎり屋さんもあったんだよね。で、あ、おにぎり屋さんだったんだ、なんて思って、なんでこんなところでおにぎり屋さんなのかな、なんてふうに思ってたんだけど、帰りね、その道をさ、逆から戻ってきたわけ。そしたらそこに、海苔屋さんがあったんだよね。まあ、この辺昔、海苔をね、取ってたみたいでさ、それで海苔屋さんが多いらしいってことは分かってたんだけど、あ、この辺にも海苔屋あんのかなって思って、あ、だからおにぎり屋さんなのかなってね、思ったんだけど、まあ、どっちもお休み。まあ、海苔屋さんは問屋さんかなんかで、一般人が買えるのかどうなのか、ちょっとよくわかんない感じだったんだけどさ、なんか全国配送できますみたいな上りは出てたんだけど、なんか海苔を普通に買い物できるお店なのか、ちょっとよくわかんない感じだったんだよね。で、おにぎり屋さんは普通に商店街水曜日なのでお休みです的な感じで、お休みだったんでね、おにぎりにもありつけずっていう感じでした。カニタンさん、ボンゴとか、まだ並んでるのかな。ああね、おにぎり屋さんね、あるらしいよな。なんか人気みたいだから、そっちはいいやと思って。なんか違うね。なんかへそ曲がりなところあるんだよね。素直に人気なところに行きゃいいんだろうけどさ、なんかちょっとひとひねりしたいわけよね。なんか違うところに行ってみたいみたいなね、とこがあるんだよな。てーたまさん、ボンゴ行ってみたいですね。ね、どんな、なんかメニュー的にそんなに人気っていうことはさ、おそらく多分私が好きじゃないメニューなんじゃないかと勝手に思ってんだけど、勝手に思ってんだけど、ただ握ってる人が、ボンゴは女性だったよな。女性だったから、で、おばちゃんかなだったからさ、キンパとかと違ってさ、別に全部のメニューにチーズ入ってたりとかはしないんだろうとは思うんだけど、思うんだけどな。で、並んでんのがなんかね、男性がいっぱい並んでるようなイメージがあったんで、だからそうするとね、おにぎりの中に全部チーズ入ってるとか、そういうんじゃないんだろうな。ないんだろうなとは思うんだけど、なんかツナマヨ的な感じなのかなって思うとさ、なんかと思ってね、なんかって思ってたんだけどね、違うのかな。勝手な、なんだ、イメージ。カニタンさん、JR の駅もおにぎり屋が増えました。なんかね、おにぎりブームっぽい感じよね。天玉さんの近くもあるかもよ。そうだよね。天玉さん。あえてビートルズを聴かない洋楽、ファンみたいな。そうそうそう。ビートルズ聴かなかったもんね、そういえばね。まあ、有名どころはきっと押さえとかなきゃ、あれなんだろうなぁと思いつつさ、ただそうは言ってもビートルズってさ、有名どころが多すぎてなんかどれ聞いたらいいのかわかんない。どれ聞いたらいいかわかんないみたいな感じでね、もういいや、めんどくせえみたいな感じで、
ビートルズはわざわざ自分で聴かなかったかな。ただまあ学校の課題でね、ビートルズの曲をさ、出されたりとかするんで、そういう時はまあね、練習したりとかしたけど、まあそんくらいだよね。自分からビートルズを求めて、これやりたいですっていうのでね、やったことはないな。なんかちょっと違うとこ行きたい感じなんだよね。で、タロットカードタイムでも行こうか。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ね、おにぎりもさ、なんかさ、高いからさ、安いんだか高いんだかわかんないっつうの。だから他の外食の、動画撮るよりは、まあ言うてもおにぎりなんでね。で、まあおにぎり2個ぐらい食べれば、ね、普通の食事1食するよりは、まあ安上がりなのかなとは思いつつも、ただおにぎりでその値段かって考えるとさ、なんか、ねえ、どうなのみたいな感じあるよな。この大きさで、270円とか約300円とかって考えるとさ、なんか200いくらって言われると、そんなもんかと思うけどさ、実際食べようと思って手に持ってみたらさ、あれ小さ、あれ小さみたいな感じでさ、これで2つで600円あれみたいなさ、なんかそんな気分になるんだよね。あれみたいな感じな。もう一個食べれたけど、値段的にはでもな、もう一個食べちゃうとな、普通に定食食べた方が良かったんじゃねみたいな金額になるところがね、なんか微妙よね。カニタンさん。今日はシーナの命日だから、シナロケのプレミア配信見てましたよ。シナロケっていうのがあるんだね。てんたまさん、カニタンさん、香川県はおにぎり屋さん、ほとんどないので、できてほしいですが、できるのはいつもうどん屋、やっぱりあれなのか。香川県はうどん屋以外作っちゃいけないみたいなさ、なんか条例があるんじゃないの？だからおにぎり屋さんはできないんじゃないの？まあ、あれか、地元が米どころじゃないとか、なんかおにぎりに関連するなんかがなくて、作れないみたいな、きっかけがないみたいな、そういうことなのかな。てんたまさん、コンビニのおにぎりも、ここ数年で高くなりましたからね。ね、そうだよね。なんかその値段をいつも見てるとさ、なんか当たり前になってきちゃうんだけどさ、なんか冷静に考えると、なんか、って、なんか、ってなるよな。カニタンさん、うどん屋の、無限増殖で、ね、だからうちのさ、この辺りもさ、お店がほとんどないわけよね。どうもなんかね、地主が飲食店は作っちゃダメとかなんか言ってるらしくって、もうね、ほぼ、ないんだよね、飲食店が。で、できても飲み屋。いつも飲み屋。なんか飲み屋、できるのは飲み屋でさ、だから利用できないわけよ、私がね。で、飲み屋、寿司屋、クリーニング屋ばっかりがさ、この辺りにあるんだけど、で最近なくなったけどさ、一時クリーニング屋ばっかりなんかいっぱいあって、なんでそんなにクリーニング屋いるのかね。なんでそんなにクリーニング屋って必要っていうぐらいにクリーニング屋ばっかりやったんだよね。で、その地主がクリーニング屋さんと
寿司屋は作ってもいいよっていうね、話だったらしいんだよね。だからなんかこの辺り寿司屋とクリーニング屋ばっかりあってさ、全然ね、普通に、利用できる、喫茶店とかさ、なんかランチ食べれるね、お店みたいなのがさ、まあ、ほぼないのよね。なんか多分そんな感じじゃない。なんか条例あるんじゃないの？そう、条例で思い出したけど、なんか大阪万博の話を今日はなんか聞いてたかな。今日は大阪万博の話聞いてたかなっていう感じだったね。なんか盛り上がらないみたいだね。大吉さん。藤子さん、皆様、こんばんは。はい、LINE で、ラリンいいえね。LINE でリアストップありがとうございます。では、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。違うか。なんか最近こんなカードを見た気がしたけど、ちょっと違ったな。これはハリボテの馬だもんな。なんか突貫工事、やっつけ仕事、なんか急遽、仮の首相みたいな、そんな感じのね、カードよね。なんかとりあえずの勝利みたいな、そんな、微妙なカードだったよな。ワンドの6。今日は正位置だね。ワンドの6。正位置、逆位置。いいか、これで。絵柄の意味、世界観。月桂樹の冠をかぶった男性が馬に乗って前進しています。男性は主張が通り、周囲のリーダーとして祭り上げられました。周囲の人々と共生するために、男性は未来へ向かって進むのでしょう。あなたが進む未来はどのような主張によって成し得たものですか？テーマ、主張が通る。やったね。ワンドの6。数字の6は強制を表す数字です。自分の、主張や理想が周囲に受け入れられ、人々と共生していくことを意味します。芽吹いたワンド、理想や意志、活力の象徴です。馬に乗る人、一人だけ馬に乗っていることから集団のリーダーだと解釈できます。馬、胴体と足が緑の布で隠されていることから、ハリボテの馬であることを示唆します。月桂樹の冠とリース、ギリシャ神話の、アポロンを象徴します。勝利のシンボル。周囲の人々、仲間や協力者を表します。物語。ワンドは理想や意志、活力を意味する火の象徴。火は物語の始まりを意味します。はい。6は強制を示す数字。強制とは数字の2が表す調和をさらに発展させたもの。2つの対象から生まれた何かを育み、共に生きる姿が数字の6を紡ぐ物語なのです。はい。聖地全体。あなたが掲げてきた理想や主張が周囲の人々に認められ、物事が前進する可能性があります。なんか昨日もそんなような感じじゃなかったっけ？あなたの周りには協力的な仲間がたくさんいるはず。仲間とチームワークを発揮しながら、あなたの理想を叶えるための道を進み続けましょう。はい。そうすることで仲間と一緒に一定の成功を手にすることができますよ。ありがとうございます。恋愛で出会いを求めている人は理想の相手と出会うチャンスが増える。
ライバルが現れても相手にあなたの主張が伝わりやすいため、一歩リードできる。自分の考え方に自信を持って相手にアプローチしてみてください。パートナーがいる人は相手との関係が今より前に進みそう。自分の主張を積極的に相手へ伝えることで、二人の関係が深まる可能性があります。あなたが思っていることについて、ぜひ相手と対話してみましょう。仕事、金運。仕事ではあなたの目標が達成し、周囲から認められるような出来事が起こりそう。周りの人々から認められることで、リーダーに抜擢される可能性も。自信を持って周囲の人々を導いてください。金は大きな報酬を手にするチャンス。チャンスが目の前に来たらぜひ行動してみましょう。あなたの挑戦はきっと成功するはずです。やったね。人間関係。周囲の人と絆が深まりやすい。自信に満ちたあなたを見て、周りにたくさんの仲間が集まってくる。機会があれば、周りの人々にあなたの考えや主張を話してみて。周囲はあなたの理想や考え方を支持し、協力してくれる機会が増えそう。一緒に夢や理想を叶えてくれる仲間をぜひ見つけ出してください。はい。ウェイトの解釈。男性の冠とワンドに飾られたリースは月桂樹。月桂樹はギリシャ神話アポロンの象徴、勝利や栄光のシンボル。馬にまたがる男性は周囲を率いるリーダー。一定の勝利や成功を収めた。理想や活力を象徴するワンドを片手に未来へと前進する姿が描かれている。しかし、男性が乗っている馬はどこか怪しい表情をしている様子。首から下は緑の布で隠されていることから、ハリボテの馬と解釈される。ショアルカな4人のナイトが乗っている馬と比べると、風貌の違いが見受けられます。勝利の意味は理想を追い求める上でのとりあえずの勝利と捉えることができる。とりあえずの勝利から自分が望む本当の勝利へと発展させるためには、自分一人の力だけでなく、周囲の協力が不可欠。あなたの理想を叶えるためには、周囲の仲間と協力し、共生することが大切なのだと、ワンド6は示しているのです。はい。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、とりあえずの勝利、周りの人あってのことでございますよ。感謝を忘れずにね、的なカードでしたかね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。ぐーちゃんは相変わらずとろけてる。もうずっとあの状態だからな。なかなかヒーター消すのにね、勇気がいるのよね。カニタンさん、来たナイスストップテンタマさん、大地さん、今夜も呼ばれて飛び出て、にゃ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 ー。テンタマさん、演劇に登場する作り物の馬みたいね。ハリボテの馬つってたかな。とりあえずの勝利だけれども、本当の勝利にするためには、周りの人との協力が必要っていうことでございましたね。はい。あと15分あり。どうしようか。今日は、そっか、バレンタインデーだったんだっけ。バレンタインデーはなんか皆さんはされたんでしょうかね。なんかチョコをもらったりあげたりとか、なんかしたんでしょうかね。私はすっかり忘れてた。すっかり忘れてたけど、あれか。今日は久々に、あれだな、チョコチップのスティックパンを食べたな。あ、そうだ、今日お腹痛かったのは、あれだな。朝からな。朝からさ、アンパン食べたじゃんか、山崎の。山崎のアンパン朝から食べてさ。で、帰ってきたらね、空腹に今度はさ、また山崎かな、あれ。チョコチップのスティックパン食べてさ、1日に2回も菓子パン食べたもんだからさ、まあ多分拒否反応。
だったんだろうなって感じでね。いや、もうほんとすいませんって感じね。なんか寒かったけど、いよいよ部屋が温まってきたかな。ちょっと暖かくなってきたかな。ね、うちの中は寒かったけど、あれ寒いよと思ったけどさ、おかしいな、今日は暖かいはずなんだけどと思って、なかなか上着を着る決意が、ね、できなくて、ずっと頑張ってたけどな。カニタンさん、頑張ってる女子たちにあげました、ちょこっと。ああ、いいね。羨ましいな。羨ましいな。テンタはさ、朝からアンパン重いかも。ペロッとな。ペロッと食っちまったけどな。ペロッと食っちまって、食べたこと忘れてたけどさ。忘れてたけど、朝からそういえば食べたわと思って。今日菓子パン2個食べたんだわと思ってな。そりゃお腹もちょっとね、ボイコットしたくなるかみたいなね、感じ。そうで、今日はさ、金ちゃん先生の講演会かなんかの映像をさ、朝見てたわけよね。なんか長いからいいかと思って、作業しながら見るのにさ、なんか長いからいいかなと思ってさ、それ見てたわけよね。でさ、金ちゃん先生な。金ちゃん先生はね、話が、まあ上手なんだよね、それなりにね。でね、こういう人たちって、なんでみんなさ、ちゃんと話できるようにできてんだろうと思ってさ、なんで話上手なんだろうな、いちいちみんなな、なんて思いながら聞いてたんだけど、私は農業界の、綾小路きみまろですからって言ってて、確かにそうだなと思ってさ。いや、綾小路きみまろ久しぶりに聞いたな。そういえばいたねと思ってさ。確かにそうだなと思ってね。なんかちょっとそれだけ受けたんで覚えてるって感じ。うーんと、そうで、それはね、もうほら、今後農業がやっぱりもうね、壊滅的だよっていう話をしてて、なんか1年前の動画だったんだけどさ、ああ、この人も言ってたんだね、みたいな感じでさ、で、なるほどっていうふうに思って。で、なんだ、肥料か。肥料がもうね、輸入できないから、だからもうね、肥料なしで、作れる農法を、とにかくみんなにやってもらいたいんだと。とにかくこれを広めたいんだっていうので、で、まあ、活動してるよっていう話だったんだよね。いや、なるほど、そうだったのかと思ってさ、そもそもそういう思いがあったんだなっていうね、のを思いながら聞いていました。やっぱりこの金ちゃんの方は必要なんだなと思ってね、ちょっと本腰入れてやりたいな、みたいなね、気分に、なりましたよ。カニタンさん、ありがとうございます。てんたまさん、自分は自分で作ったフォンダンショコラを職場で配ったことがあります。おー、素晴らしいじゃないか。喜んでもらえたよな、そりゃな。カニタンさん、なんと、すごいね。てんたまさん、ホワイトデーに、そうなんだ。なんかホワイトデーもチョコレートがいいよな、やっぱりな。チョコレートが好きだもんな。ホワイトデーってなんだっけ？キャンディーだかなんかだったんだっけ？キャンディーいらねえけど。まあ、もらったことないけどね。ホワイトデーにキャンディーもらったことはないけどさ。なんかチョコレートじゃないんだよね。確かね、ホワイトデーってね。いや、チョコ返してくんねえ。チョコがいいけどな、なんて思ってたんだけどな。チョコ返してくれる人いるんだ。いいね。そりゃいいぞ。そりゃ株上げるんじゃねえのか。私だけかな。株上げるのかな。そうで、今日は、バレンタインデーだから、とかって言ってるね。動画をさっき見てたわけ。バレンタインデーだから、みんなにチョコあげるねってさ、なんかチョコフォンデュを作ってる動画をさ、なんかあげてたんだよね。で、そっか、こういうのでいいんだな。
いうのでいいんだなと思ってさ、なんかこういうのやればよかったな、みたいなね。まあ今日はお出かけしちゃったからしょうがないけど、まあね、ここなんかあった時に、こういうのやればいいんだ。みたいな感じでございましたね。で、それがさ、チョコフォンデュをやったんだけど、まあ初めてやったのかわかんないけどさ、失敗してて、めちゃくちゃ失敗しててさ、なんかすごい分離してて、なんかね、ホワイトチョコと普通のね、黒いチョコと、なんか2種類やってて。で、ホワイトチョコの方はなんか知んないけどね、一応上手にできてたんだよね、見た目的には。なんか失敗してない感じだったんだけどさ。で、チョコレートの方はなんかね、めちゃくちゃ分離してて。まあ、直火にかけてるからかなと思うんだけど、ホワイトチョコも黒いチョコもさ、どっちも直火にかけてたわけよね。で、ホワイトチョコの方は直火にかけても、あ、分離しないんだねっていう感じで、へーって思ったんだけどさ、まあ、黒いチョコの方はさ、直火にかけてるせいか、もうめっちゃ分離してて、気持ち悪い気持ち悪い状態のね、チョコレートに、いちごかけて、いちごつけて、汚ねえ、汚ねえね、いちごのチョコフォンデュをやってる映像があって、あ、こういうんでいいんだと思ってね、ちょっとね、参考になりました。ナイスパーありがとうございます。チョコの代わりです。嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。けんたまさん、にゃんとにゃいスパーね。嬉しい。ありがとうございます。今日食べ物にありつけなかったからな。これで今度は、美味しいおにぎりを食べに行きたいと思います。ありがとうございます。えーっと、ホワイトデーに、キャンディーいらないは絶対本音ね。まあね、キャンディー好きな人いるからね。好きな人からすれば、チョコより全然キャンディー好きって人も、まあ中にはいると思うんだけど、中にはいると思うんだけどさ、私はキャンディーほぼ舐めないから、ほぼ舐めないんでな。で、ほら、この前、去年さ、ダイエットした時、断食ダイエットした時な、お腹が空くとさ、勝手に、冷蔵庫に入ってずーっと舐めないで置いてあったキャンディーさ、舐め始めるわけよ。で、ああ、そっか、キャンディーってこういう時にいるんだと思ってさ、だから備蓄用にちょっとあった方がいいかななんて思ってさ、ちょっと買い足して、で、そこにさ、足しといたんだよね。ゆりたん来たな。ゆりたん来たな。おしっこしないでくれ。今日もね、おしっこシートまだ広げてないの。こう恐怖のゆりたんがやってまいりました。で、なんだったっけ何の話してたっけチョコじゃない、キャンディーが。だけど、買い足したんだけど、買い足したんだけどさ、結局、それっきり舐めずじまいで、買い足さなくてよかったみたいな感じね。ただ、飴もらえる時ってあるじゃん、時々さ。そういう時はさ、もらえるものはもらっとけと思ってさ、もらえるものはもらっとけと思って。んで、なんか一応もらってきて、それをさ、そこの冷蔵庫のさ、キャンディー置き場に積み上げてんだけど、なんかだんだん蓋が閉まらなくなってきて、舐めないからさ、なんだみたいな感じね。もらってくるのはいいけど、どんどん増えちゃってな。全然減らないんだよね。けん玉さんにゃんとにゃいスパ。キャンディーより商品券とかの方がいいでしょう。はい。私は、キャンディーよりは商品券の方がいいです。商品券だったらね、それでチョコレートも買えるしな。で、商品券だったら、にゃんこのご飯も
買えるしな。チュールも買えるしね。まあ、チュールは大概人にもらったもので済ましてて、自分で買うことはまあほぼないんだけどさ。ほぼないんだけどねって感じ。で、キャンディーの話してたのか。チョコフォンデュか。チョコフォンデュがね、めっちゃ分離してて、だからもしかしたらあれ、高カカオのチョコレートだったのかもしれないと思って。一応なんかね、生クリームで伸ばしてたんだけど、全然分離しちゃって、油と茶色い塊に分かれちゃってたんでさ。もしかしたらあれは高カカオだったのかもしんねえなっていうのでね。あれ、チョコフォンデュするんだったら安物のさ、なんかほぼ油のチョコレートの方がね、失敗しなくていいと思うんだけどね。で、なんか食べてもあまり美味しくなかったみたいで、なんかね、いちごを普通に食べた方が美味しかったとかって言っててね、あ、いいね、こういう動画でいいんだと思ってさ、今度ちょっとね、まあ、にゃんこの誕生日来月あるな、それな。にゃんこの誕生日はでもみんなと関係ないから違うか。みんなと関係あんのってあとなんだろうね。まあ、来年の節分。1年後になっちゃったよ。で、あと、なんだ。あとは何があるかな。私の誕生日会。ますますみんなに関係ないな。だから私の誕生日は地球が滅亡する日なんだよ。地球が滅亡する日がさ、2025年の7月5日なんだけどさ、私の50歳の誕生日。私の50歳の誕生日にね、地球滅亡するんだな。だからそれのお祝いってことで、みんなにね、関係あるかな。勝手に関係性を、探し出してみたけど、関係ないか。カイニタンさん、チョコの温度もあり得るよ。ああ、確かに。寒い日だとね。だから今日は暖かかったから、あと部屋の温度かな。どうだろうね。あんまり差があるとな、固まっちゃいそうだけど。だから直火にかけてたから、直火にかけてたから多分まあ失敗してるんだろうなとは思うんだけどね。ホワイトチョコの方は平気だったんでさ、へーって思ったね。てんたまさん、にゃんこの誕生日いつですか？そう、にゃんこの誕生日さ、3月の21日のさ、春分の日だったんだよね。いや、そうかと思ってさ、春分の日だったかと思ってな。ね、あの時に。私はね、カラーコーディネーターの、勉強中だったんだよね。なんだろうな。合宿的な感じの、なんか講習みたいのを受けてる。途中かな。途中じゃなくて終わったのかな。なんか課題提出かなんかでやってたのかな。その時にぐーちゃんが産気づいて、で、私がやってるテキストの上に乗っかっちゃって、あ、これ来たかと思って、夜だったんだよね。で、あ、これは寝れない夜が、始まるなと思いきや、あっという間に5匹生まれてな、なんか、あれ全然日をまたがなかったね、みたいな感じでね、なんかあっという間に生まれちゃったなっていうね、いい日でしたね。にゃんこの誕生日、いつですか？50 years old ね。なんか、本当に本当にっていう感じだけどさ。ね、でもまあ自分の体のボロボロ加減を考えると、まあそうかと。人生100年時代って言われてさ、この体で折り返すのと思ったらさ、無理じゃね無理じゃねって思うから。そりゃそうかって感じな。もう老眼ひどいしさ、硬いもの食べれないしな。もう
なみたいなね。あんまり長生きしても楽しくなさそうよね、みたいな感じなので、まあ2年後で、エンドでもいいんじゃないみたいな感じかってなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。まちゃのやばいの動画がね、なんか伸びてるっぽくてびっくりだよ。みんなのね、アイディアに感謝だよ。ってなわけで、次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。